避妊の説明を避妊具の説明をしてる高校生にはいいテキストだった普通でこう机に向かっていざ漫画を描こうとすると描けないんですけど、授業中のその退屈って言っちゃなんですけど、辛い時間にこうガリガリ描くのがきっといいんですよね。そうするとすごいパワーが生まれるわけですよ。やっぱり同じように自分もこんな風に考えてる若者の一人だとか、こんなシュールなことを考えて絵にしたかったとか、とにかく表現したいっていう風にずっと思っていたので、そういう若者とかにはすごくうってつけな雑誌だったっていうか、一番刺激を受けやすい雑誌だったっていうか、だからすごい無我夢中で自分も描きましたね。ここはかつて青林堂という出版社があった場所。私が生を受ける8年前、この青林堂からある漫画雑誌が創刊されました。1964年、昭和39年、日本は東京オリンピック一色に沸き返っていました。戦後、ようやく日本人の海外旅行が自由化され、日本の国際化がスタート。海外ではベトナム戦争が激化し、日本でも大規模な反戦集会が行われていた年でもあります。その年、それまで貸本屋向けの漫画を出版していた青林堂は、神保町の別会社に間借りして、月刊漫画雑誌を創刊しました。やがてこの材木屋の2階に引っ越し、多くの新人漫画家たちが、このきつい階段をドキドキしながら登り、原稿を持ち込んだのです。まだ編集作業の匂いの残るこの小さな部屋で作られていたその月刊漫画誌とはガロ。創刊から33年、他の漫画雑誌と明らかに違った存在感で日本の漫画文化を支え続けてきたガロ。実は私もガロの大ファンなんです。そして今年突然33年の歴史にピリオドを打ったガロ。今日はガロのこれまでの軌跡をたどりながら、ガロに関わった人々の証言を聞きながら、今また復刊を目指しているガロの未来の存在意義について考えてみたいと思います。劇画ブームの先駆けとして誕生した異色漫画誌ガロ。この漫画誌の中で数多くの秀逸な漫画家やアーティストが紙面を賑わし誕生しました。ガロは最初漫画家白戸三平の新作を掲載する目的で青林堂社長永井勝一が作った雑誌でした。そもそもガロという氏名自体白戸の漫画のキャラクターから取ったものだったのです。創刊号は130ページで130円。1960年代に入って急激に衰えていく貸本漫画の世界。永井勝一はそんな時代、今までにない新しい漫画雑誌を求めてガロを創刊。次々と新しい才能を発掘していったのです。そして創刊4号目に白戸三平のカムイ伝が登場。この連載は毎号100枚を超える長編で、当時の世相を反映して多分に階級闘争の色を帯びていました。このカムイ伝によりガロは大きな骨格を得ることとなります。そして創刊当時からガロを支えたもう一人の柱として毎号欠かさず作品を発表していた水木しげる。白戸三平の長編に対して水木は短編を数多く発表しました。
ガロっていうのはね、一般の出版社と違ってね、多少情愛があったですよ。一般の出版社っていうのは受けないとすぐパッと切る、これが鉄則ですから、もうそれこそねエコノミックアニマルですから、もうそこには人間的な情緒あんまりないですよ。ガロにはあったんですけどね、そういうあれは。で載せてもらえるしね。でそれは永井氏がね割とあれでいて理解があったんです、漫画家に対して。漫画家好きだったんだな。変な普通の人間でない人が多いからね、漫画家は。でそれを面白がってたからね、温かい感じはあるわけですわ。受け入れるね、そういうあれはあったですよ。家族的な出版社青林堂、ここに多くの才能が集まってきたのです。そして10代から貸本漫画を描いていた柘植義治もその時代の代表的な作家でした。彼は当時水木しげるのアシスタントをしながらガロに作品を発表し始めました。ガロの中でも最も象徴的な漫画家柘植義治。彼も貸本漫画でデビューし、水木しげるのアシスタントを経てガロに描き始めます。デビュー作は噂の武士。そして1968年6月にはガロで特集が組まれ、その関東を飾ったのがネジ式でした。現実と非現実が交錯する柘植義治の作品は独特の光を放ち、漫画界だけでなく文学や演劇の世界の人たちをも大いに刺激したのです。人間や自然の矛盾に満ちた壮国を雄大なスケールで描く白土三平の作品とも、水木しげるの短編作品とも違って柘植独自の作品世界を確立したのです。柘植義治は旅をこよなく愛し、その作品にも風に吹かれた漂白の旅で出会った懐かしい風景が数多く登場します。それは柘植義治自身の心の風景でもあるのです。学生の時にやっぱり70年代。石って奥が深いからな、素人には分かんねえんだ。やはりもうこの時代に生きてないっていうか、やっぱり世捨て人のような空気じゃないですか。やはり無常感っていうのかな、読んでて自分の呼吸が変わるっていうんですかね。柘植さんの世界は読んでて非常に自分にとって映像的だったし、一人一人のセリフがちゃんと音として聞こえてくるっていうか、その時の風の感じ全てが一コマ一コマの中に入り込んできますね。それがすごく苦しいぐらいに切ないっていうか、たまらないものがありましたね。ガロに関してはかなり思い入れがあって、なんて言うんだろうな、ちょっと違うじゃないですか。この時代にやりながらなんとなくこの時代にないような、そういうものって結構憧れがあるものですから、なんか主流に乗ってるものよりもなんか静かにそっと呼吸してるような雑誌っていうのかな、みんなが集まって、あと紙の質感もなんか違ったんですよ、ガロっていうのはね。持った時に紙の質感も違うでしょ。なんか本の匂いとかね、確実にガロの匂いっていうのは確実にありましたね。それがなんか自分の気持ちを想像の世界に盛り上げてくれるっていうか、貴重な雑誌でしたよね。当時のガロのエネルギーはさまざまな作家を刺激しました。
1967年、ガロの唯一のライバル誌と言われる漫画誌コムが創刊されます。この漫画誌で手塚治虫は火の鳥を連載し始めます。手塚治虫ほどの大作家が自らの手で創刊したコム。当時多くの出版社から引く手あまただった手塚もガロに触発され、漫画家として自らの実験的試みを展開する自分だけのメディアが欲しかったのかもしれません。当時虫プロダクションでジャングル大帝の演出を手掛けていた長嶋真司はコムとガロ両方に作品を発表していました。ガロっていうのはね、やっぱり永井さんっていうある人が漫画界の名伯楽っていう言い方をしたんですけど、非常に許容量のある、手塚先生がコムを作ってもね、やっぱり先生自身漫画家であるから好きなものと嫌いなものが出てきますね。すると自分の好きな漫画家のタイプを集めていくんだけど、ガロの違うところはね、永井さんの幅の広さ、僕なんかだったら絶対受け入れないっていう作品も載ったりするわけ。その幅の広さがね、ガロの魅力だったと思いますね。永井勝一の懐の深さと度量の広さによってガロはその内容の幅を大きく広げていきました。1971年、白土三平のカムイ伝が終了。これを契機にガロは第2期、新しい時代を迎えます。私が生まれる1年前の出来事です。ガロが新しい時代を迎えた1970年代は日本全体も大きな変化を迎えた時期でもあるのです。1970年、日米安保条約の自動延長が決定され、全教徒を中心とする学生運動も次第に沈静化していき、若者たちの世界も大きく変わろうとしていました。当時、日本は東洋で初めての万国博覧会に熱狂。また作家、三島由紀夫の自決事件や淀号ハイジャック事件など大きな事件が立て続けに起こり、何か得体の知れない力が日本を揺り動かしていた時代でした。カムイ伝の終了で一つの時代に幕を引いたガロ。少年マガジン少年サンデーが相次いで100万部雑誌となり、漫画市場が大きく拡大していったのです。ガロはそんな市場の中で新人漫画家のための実験場という性格をより強めました。さらにガロのライバル誌コムが1971年に終刊。その常連作家の何人かがガロに合流したのです。私自身はコムに投稿して、そこで何年間か書いてたんですね。それでガロっていうのがいわゆるコムが若い人向けの登竜門っていうのに対して、ガロは割と硬派な雑誌だったんですね。その時の時の人っていうんですかね、柘義治さんだとか林誠一さんだとか実力のある方々がたくさんいらしたんですよね。それで雑誌を拝見してて、こういうところにも入れたらいいなと思って、で投稿したんですよ。雑誌の購買力とかそういうことは別にしてね、なんかガロっていうのにはオーラがあるような感じがしたんですよね。本当はコムに僕は入選したんで、コムに持っていくべきだったんですけども、持っていくというかもう持ち込みにするべきだったんだけども、コムが潰れちゃいましたんで、コムとガロっていうのは当時ちょうど対極になった雑誌でして、あんまりガロ好きじゃなかったんですけども暗いから
でもしょうがないから一応持ってって、商業誌はどこも取ってくれなかったんで、はい、新人作家としてガロにデビューした古川益蔵は70年代のガロを特徴づける漫画家です。やっぱ冬場でもみんな、僕だけじゃなかったんですけども、みんな貧乏生活してたんですよ。だからジャケットとかオーバーとか着れず、やっぱ T シャツ1枚で冬過ごしてましたんで、いやさすがに永井さんなんかそれ見たらね、次行った時は原稿用はくれなかったけどもジャケットをくれましたねそれはまあ嬉しかったような、僕お金の方がいいと思ったんですけども、まあありがたくいただきましたけど浅間山荘事件の報道に日本中がテレビの前に釘付けになった時代、世の中は退廃的ムードに満ちていました。当時ガロでは古川益蔵らの新人作家とベテラン作家がしのぎを削り、漫画の周辺には絶えずフォークソングが流れていました。漫画家になりたいっていう強いそういうね、プロのね、漫画家になりたいってそういう意味合いではなかったですね、僕の場合は。僕とか同時期に出てきた佐々木真希っていうのはどっちかっていうとなんか遊んでやろうみたいなね、漫画を遊んでやろうみたいなとこありましたからね。ただそれがとっても時代のこう雰囲気と合ったんじゃないんでしょうか。現在はアーティストとして活躍している林誠一が21世紀のガロの表紙をイメージして描いた作品です。その林誠一のガロにおける代表作「赤色エレジー」は神田川に象徴される四畳半フォークの先駆けとなりました。赤色エレジーに触発されて曲を作ったフォークシンガー阿方森夫。もう通して読んだ時何とも言えず、その林誠一という人がね、その70年代というそういう意識はないわけだね。たまたま71年だったっていうだけでね。でもこれは今たった今の僕たちの気持ち、僕だったらこういう女の子とこの幸子や一郎のようにこういうふうになんか出会って一緒に何かを分かち合っていきたいなって気持ちがすごくしたわけね。それは多分僕一個人の感性とも言えたけども、なんかやっぱり当時の時代背景の中で自分たちなりに自分たちの感受性をね、ちゃんとストレートになんか自分の出会いたい人間と共有し合おうと思ったら、きっとこういうふうになんかひっそりと生きてるんじゃないかなっていう、そういう気にさせられたね、すごいストイックというかね、とってもピュアなものがあったのでね、このガロにすごく吸い込まれてったなんか自分の感性と音楽をやりたいという感性がなんかすごい勢いでこの赤色エレジーを見てこれを歌にしたいと思った瞬間になんか合致してしまったっていうね、これはすごい魔術ですね。魔術というか、だから確かにそれまでも音楽作ったり実制作のレコード作ったりしてたんだけども、この赤色エレジーがなければ僕は確かに音楽はやってたかもしれないけど、ここまでやり続けることにはなんなかったかもしれないね。阿方は21世紀も70年代のエネルギーが生き続けると言い切ります。赤色エレジーに代表される四畳半フォークの世界もやがて終わり、ガロは次なる新しい時代へと移っていきます。その先駆けとなったのが赤瀬川源平。彼は柘植義治のねじ式をパロディにしたお座敷でナンセンスギャグという新しいジャンルを確立しました。お
僕は読者でファンだったんですよね、ガロの。それで友達が時々ガロに遊びに行ったりとかで僕もくっついてて、劇画っていうのは割と大人に読まれ始めた頃なんですよね。それで面白いなと思って、その劇画の面白さが不思議でつい自分でも書いてみたんですよね。それが最初じゃないですかね。確かお座敷っていうのを書いたのが多分で、その後桜画報っていうのを朝日ジャーナルに連載してて、それが一区切りついて次の引っ越し先っていうんでガロに書かせてもらったんですね。確かにガロっていうのは物語、いわゆるストーリー漫画っていいますかね、そういうものが中心に載るわけですよね。だからああいう桜画報の場合はストーリーもなくはないけど、一種エッセイみたいな漫画ですよね。だから辞表的な漫画っていいますかね、そういうのが載ったのは初めてかもしれないですね。赤瀬川のナンセンスギャグの流れは1970年代後半、南辛坊らに受け継がれ、南がガロの編集長に就任。面白主義という新しい流れを生んでいきます。自分なりに考えてたのは、その頃イラストレーションとかイラストレーターの人たちの活躍があって、そういう面白さっていうのが割と出てきた頃なんですね。それでその漫画家の人の絵とそのイラストレーターの人の絵っていうのが全く別個にあったんだけれども、本当はその佐々木真希さんですとか林誠一さんの絵をイラストレーターの人がすごく評価してたりとかね、っていうのがあったんで、もっとその林さんや真希さんだけじゃなくて漫画家の人がね、イラストレーション的な要素っていうかね、その新しい絵みたいなものにも興味を持ってくれたらなっていうのはありました。それで井村さんに書いていただいたりとか、他のジャンルのもともとガロっていうのがものすごく趣味が狭くなっていく。で僕自身もそうだったんだけれども、それが他の世界のいろんな表現があるわけですから、そういう人たちから刺激を受けたいなっていう感じで、割と今までだったらそのガロにあんまり登場しないような人たちに出てほしいっていうことはありましたけど、自分じゃもうね、もっとやりたかったのね、本当はね。そう死ぬまでやりたかったっていうのがあるから、ガロは僕にとってトレーニングジムみたいなものだから、そこでいろいろね、自分でも気が付かない何かそういう力とかさ、センスとかそういうようなものを試されたというか、試すことができたという、そういう場であったからね、ガロは。だから筋肉もつけさせてもらったし、余計な贅肉も落とせたしという。僕にとってはね、やっぱりあれは表紙は何書いてもいいですっていう全くやってる途中で、NG って言えば NG かな、正月号にね、これ絶対ぜひうんこの表紙をちょっと作りたいっていうんで、うんこがポンと置いてあるような。福祉の自由課題なんですね。そこが一番の怖さであり魅力なんです。つまり原稿料も出ないし規制もしないけれども、こういうの書いてくれっていうことは絶対ないわけですよ。だから自分がプロデュース能力があって、アイデアがあって、で書きたいテーマがあって、全部ないと、ガロに載せる権利もないし作品ができないんですよ。だから他のところで書いてらっしゃる方がガロにも書くっていう時と、新人の方ではもう全然違うと思うんですけども、どちらにしても白紙に書けって言われた時のその自由の怖さっていうのがガロの一番の大きな魅力じゃないかなと思いますね。お前たかがこれほどのもんだったんだな、はははっていう声が書きながら聞こえてくるんですよね。その時僕はズルだったんで、湯村さんっていう人とタッグ組んでやったんで、お互いにどっか本当の自由からは解放されてたんですよ。いや面白い方だな、自由から解放されてたっていうのが助かりましたね。つまり絵は湯村さんなんだから俺は知らない、これはもう決まりなんだから。湯村さんは僕が絵コンって書いた通りに書いたりするんですよ。わざとなぞったりするんですよ。そこで漫画が面白いかどうかはしげぼうのせいだからねっ
っていうところで2人とも自由から逃げて新しい自由を作ってたっていうところが面白かったですね。1970年代の終わり、1979年、大学生をターゲットにヤングジャンプが創刊。漫画はますますライト感覚になります。そんな状況の中でガロはどう時代と向き合っていったのでしょうか。1980年、日本中に漫才ブームが吹き荒れ、世の中がライトで軽薄な風潮へと流れ始めた時代、ガロはそんな時代の流れに差を差すかのようにカルチャー史的傾向をますます強めていきました。当時の想定を見てもそのこだわりを垣間見ることができます。1981年から90年のガロの背表紙は原田平吉によって1年分並べると一つのアートになるようデザインされていました。パンクとテクノポップの時代、ガロもまた数多くの実験的試みをしていったのです。写真家荒木信義もガロにロマン写真を連載しました。当時のガロにはさまざまなメディアの作家が混在していたのです。なんか聞いてくれるの？あ、聞きます。あ、はい。ちょっとマイクだけつけて。あ、オッケーオッケー。じゃあガロの気持ちっつうの、精神っつったら大げさだけど、気持ちにだから、合ってたような気がするね。っていうのはもうすごく自由でさ、自由気ままに何でもやろうっていうかっていうような感情とかさ、感性とかを優先するさ、まあ極端に言えば思想のないねような感じが、要するにその漫画の精神だから、私の写真が非常にその漫画っていうことだったのかもしれない。ガロの漫画っていう写真自体がね、新ロマン写真でね、女の子募集してたじゃない、そうするとね、いいのはね、もうあれなんだよ、金箔挿入ねで女の子がいっぱい集まってくるんだよ。だからそういうようなファンをね、そういうようなアバンギャル AV って言うんだけど、俺はアバンギャルね、 AV たちがねいっぱい集まってきたの残念だよ。まあ、再開しなくちゃ。それだけだね。本誌の漫画なんて関係ないよ俺は。1980年代のガロを呉智房はこう分析します。80年代になりますとね、漫画市場全体が乱熟してきまして、いろんな傾向の雑誌が出てくるわけですね。で、昔ならそのガロでしか登場できなかったような人が、一般紙にも登場するんだ。で、そういう現象はもうあちらこちらに見られるわけで、いわばその時代がガロに追いついたっていうようなことが言えるんじゃないかと思うんですね。時代が追いついたがゆえにですね、昔ならそのガロでしか書けなかった作品がですね、さまざまな雑誌なんかに出てくるようになるわけですね。そのためにガロが低迷し始めるということが確かにあるんですね。1980年代の終わりになるとガロの発行部数は3000部にまで落ち、廃刊の危機を迎えます。それでも取り次ぎはガロを見捨てず、一部の書店に置き続けました。やっぱり漫画家志望の方っていうのは多いですし、アニメーターさんも多いし、で一つやっぱガロを登竜門にしていくっていう方々多いわけじゃないですか。だからやっぱり漫画家を目指して頑張ろうっていう人に登竜門としてあるガロっていうのはあり続けてほしかったなと思いますよね。1980年代後半、日本中がバブル景気に浮かれた時代、ガロもまたそんな時代の流れに翻弄されていきます。そしてガロを経てさまざまな世界へ羽ばたいていった人も数多くいます。当時のガロは不条理、下手馬系が主流となり、テレビやマスコミ、音楽など他のメディアへの越境、相互交流が一層盛んになっていきました。恵比寿義和さんとかも大好きだったんですよ。今もうこんな有名になっちゃいましたからね。有名になってる恵比寿さんなんかも見たくないですね。あんなテレビなんかにバンバン出てる恵比寿さんはね、やっぱああいう屈折した漫画を描いてる恵比寿さんが大好きでしたから、あと根本武さんも大好きで、やはりかなり屈折してますね。2人ともボロボロって感じじゃないですか。
やっぱいいんですね、そのボロボロのぐちゃぐちゃっていう感じがね。当時の私の人生を支えてくれたっていうか、今でも支えてくれてますけど、今もちょっと落ち込みそうになったりすると柘植さんの漫画や蛭子さん、そして根本さんの漫画だけは欠かさず私は読むようにしてますね。大好きなんですよ、いやもうね、本当はね漫画家になるつもりなかったんですよ。漫画っていうのはやっぱ難しいし、絵も描くのもね。それで最初シナリオ教室にいてシナリオライターになると思ってたんですよ。ストーリーだけはねよく頭に浮かんでたもんですから、それがねそのシナリオにちょっと挫折しまして、それで漫画を再び描き始めて、それで持っていったらね2回目で入選したんですよ。パチンコというタイトルで、もう一番嬉しかったかもしれない、今までの生涯で。その漫画が入選した時がやっぱりちょっとこう芸術がかったものにね、おこれはってね行きたくなるんですよ。そしたらねそのガロがねやっぱりそういう風な漫画だったんですよね。ちょっとね芸術のニュアンスがあって、しかもなんかこう見て飽きないっていうかな。とにかくその普通の漫画とは全然違ったね面白さがありましたよ、ガロの中には。ちょっとこうひねくれ者って言いますかね、ちょっと芸術風っていうかアウトローに支持されるっていうかな、そういう漫画だったと思うんですよね。だからそっちの方が俺も好んだっていうことですかね。そういう本当にわけのわからないところに惹かれるわけで、はっきりこの明確に説明できるようなもんだったらやっぱり最初から惹かれないと思うんですよ。ガロ自体がだからとっくに昔亡くなってたんだけれども、一応書店にはね毎月幽霊のように並んでて、それをまた書いてる人とかあるいは読者っていうのは一種の霊能力者みたいなもんで、一般のね普通の人が本屋行ってもガロは見えないんだけどね、そういう特定の人だけにガロは見えてたんですけどね。それがもうついにその一種の霊能力を持ってる人たちが本屋に行ってもガロは見えなくなってしまったと。まあ成仏したんだか地獄に行ったんだか。根本のタイトルはズバリ生き返った永井勝一。おそらくガロがなければ漫画は描いてないでしょうね。絵がユニークであるということですね。ですからメジャー系の漫画誌とか見ると話とか面白いのもあったりするんですけど、まずもう絵がダメなんですよね、メジャー系の絵は。もし漫画家になってなかったら何なさってなんでしょうね、レゲエの親父かなんかやってるかもしれないですよね。久内のテーマはミニマルアートの世界。なんかね担当の人にね、僕ガロだったらこれがいいって言ってなんか死にそうな人が死んでいく漫画描いたんですよ。そしたらこんな暗いのガロじゃダメだって言われてねそれでこれガロじゃダメだったらダメだなっていうなんか、そんな思い出がありますけどね。考えたんだけどガロは今後やっぱね原稿料お金取って載せるべきだなと思いましたね。やっぱ載っけることですごい書いてる人が世間とつながれるっていうの、書いてる人のヒーリングみたいなもんだから。尻上がりの表紙はいろいろな効能を持つ栄養ドリンク。奇妙ですね、奇妙な雑誌だなと思いますね。やっぱその変わってるからいいんじゃないの。変わってるものは変わってるから面白いんだってね。他の雑誌にはない変わった個性が見られるっていう。もちろん学生時代からガロに憧れてましたから、一度でいいから乗っけてみたいなと思ってて。もうねこれが乗った時はもう本当に有頂天で、俺もう明日から売れっ子じゃないかと、もう自宅の電話が鳴りっぱなしなんじゃないかと思って、バンド活動と並行してできなくなるんじゃないかと思ってたんですけど、
ちっとも電話なりませんでした。はい。だから僕は本当に漫画はガロ、お芝居は状況劇場、音楽はパンクっていうふうにもうこの決まってるっていうか、それにものすごく影響を受けたんで、さまざまな才能を吸収し33年という歴史を刻んだガロ。その最大の魅力とは一体何なのでしょうか。やはり商業主義にとらわれないといいますか、漫画の新しい実験作とかですね、それを切り開くっていう役割が一番大きかったと思いますね。で現在その日本漫画ってのは質的にも量的にも世界一というところまで言われてるんですが、商業誌だけではですねやはりここまではいかなかったようなところがあると思うんですよね。でこんな非営利的な雑誌がですね33年間続いたことによって、漫画史上に残るさまざまな作家が出てきたわけですから、白田さんの「カムイ」でもそうですし、柘義治さんの「ネジ式」なんかもやはりガロがなければ出現しなかった作品ですし、やはり一つの時代を作ったっていう感じがあります。33年といいますと1世紀の3分の1ですから、特に戦後漫画半世紀の歴史のうちのですね33年をガロが占めてるわけですから、大変大きな意味を持ったと思います。これ以後ねガロがなくなるんじゃないかっていうんで、大変な、話題になってるんですけれども、このままガロがなくなってしまうとですね、ああいう傾向の作品、さっきから言ってる非商業的な作品、実験的な作品、これを載せる場所がなくなるわけですね。でこれは長い目で見ると、漫画の衰退につながるんじゃないかという気がするんですね。大きな場所、手芸者であるとか講談社であるとかっていうのはこれはもちろん必要なんですけれども、その中の小さな刺激剤のようなものがですねないと、やはり図体ばっかりでかくなっても動脈硬化を起こしてしまう危険性があるわけで、こういう形のものは姿形が変わってもですねなんか残っていかないとまずいんじゃないかという気がいたします。さまざまなカルチャーと作家を輩出しながら33年の歴史を築いてきたガロは1997年に突然休刊します。ある人は日本漫画界で孤高の存在を保ってきたガロの休刊を惜しみ、またある人はガロの使命は終わったと断言します。あなたにとってガロって何ですか？原稿料をもらって飯を食うエネルギーと力とですね粘りがなかったらいかんのです。ガロにはそれが欠落しとるんですよ。なんていうかな、命がけでやるっていうあれがなかったら生き残れないんですよ。それがないんですガロには。やっぱ蜃気楼みたいなねもやっとした感じですよね。現実に足をつけてあれするっていう感じはないですよね。柘義治の隣の女イザベラ・アジャーニ、これは夢ですけどね、いい脚本ができればイザベラ・アジャーニだって来てくれるんじゃないかと思うんで、これは僕の夢ですね。絶対それはやりたいなと思ってますけどね。イザベラ・アジャーニはいくつになろうとも、60、70になっちゃったらおしまいですけどガロ的なもの、コム的なものはね今後も必要だと思うんだけど、時代の中でそういう余裕がねなんかなくなってきてんじゃないか。あれだけ売れない雑誌がね33年間も続いてきたってことだけでも奇跡ですし、その間やっぱりさっきおっしゃった時代の変遷っていうことも目まぐるしくあったわけですからね、その時代のニーズには完全に合ってないっていうことは思いましたから、もうガロは終わってもいいかもしれないなとは思いましたね。木造モルタルの家屋がずっと並んでいる路地のような、そういう感じですかね。そうですね、永井さんの同人誌みたいなもんですね、あれはね。ガロっていうのは個人誌っていうんですかね。章介が河原に座り込んでへたり込んでいる絵だったんですけども、漫画っていうのはここまで表現できるのかなって思うのショックを受けたんですよね。
やっぱりなんか非常に夢の島っていうんですかね青空があってね、冷蔵庫とかねテレビとかねゴミの山がこうね広がってる風景ですね。なんかその一つ一つはみんな宝なんじゃないかなっていう、ゴミなんだけど宝っていうかね、だからうまく使えばそれがなんかガロじゃないかな。なんかガロが自分の感受性の半分ぐらいをなんかこう支配したようなところはあったね。少なくとも大量生産ではないですよね。雪の方、カルガモの方じゃないですけどね、なんかそんなような感じですよね。いろんなわけのわからないことがある、だからこそ面白いっていう感じですかね。楽しかったですよ。苦しくて楽しいっていう。メディアを使う以上は大勢といっても100万人とは言いませんけども、少なくともある名前を覚えられないくらいの人間の心をぐっとこっち引き寄せるもんじゃないとやってる意味はないと思うんですよね。だから非常に残酷な言い方かもしれないけど、僕はどっかのところに自分の中にもありがちなんだけども、ガロをよかったよねっていう肯定する場所にはいたくないんですよ。ガロ的って変だけど絶対ああいうのなくしちゃダメだね。非常になんつうの自由にね、言葉は変だけど無法地帯っつうかさ、なんかねアートの、そういう場所を野放しにするぐらいな場所がないとダメだね。それは惜しいよね。ガロは誰も口出ししなかったというところがいいですね。その口出しされないで描いた漫画が面白くなければ載らないし、面白ければ載ると、そういう自由なやつですね。自由なガロ、自由な漫画誌ガロ。一つの決まった枠っていうのがないままずっと来てますから、ですからそれが取りも直さずガロの風景かなっていう気はするんですよね。だってもうガロなんてもともと20年ぐらい前からなかったも同然の世の中にとってはね、もうとっくの昔に幻の幽霊みたいな雑誌だったんで。ガロを読むことでやっぱ時代がどうなってんのかなとか、次がどうなるのかなとか、あるいは世の中に一般的にあるもんじゃなくて違うところになんて言うんだろう、本物があるんじゃないかなみたいな、そういう欲を満たしてましたよね。すぐやっぱ次吉春になっちゃいますね、僕なんかね。夜の海とかね、暗闇ですね、心の闇みたいなもんかな分かんないけど。いろんなものがね出てくるっていうことはね、ガロ的っていうんじゃないんだろうけど、そういう奇妙なものが出てこれるっていうのはね。どんなやっぱり形であれ、どの時期のガロが好きっていろいろおっしゃる方もいるだろうし、それぞれやっぱり意見はあるでしょうけれども、やっぱり続ける、持続する、キープオンするっていうことはやっぱりとてつもなく素晴らしいことだと思うんで、ぜひまた復刊していただきたいなとは思ってます。創刊以来33年、永井勝一という一人の出版人がまいた種は、それぞれの時代の空気を吸収しながら数多くの才能という花を咲かせてきました。そしてその根は今も新しい芽生えの時を待っているのかもしれません。内容がなんか素朴すぎて面白いと思いました。面白いです。てか意味よくわかんない。
暗いよね。暗い。これ暗くないけど。これは違う、なんかさ、でも読もうと思うだと読まないの。漫画は好きです。なんとなく。話が難しい。難しい。自分が入り込めるような感じでした。これ愛読しますよ。これ面白いですよ。ガロってもっと前に休刊してたもん。ナイトなんですよ。昭和のものかと思ってた。発想は面白いんですけど、ちょっと素直に笑えないみたいな、そういう買うかどうかわかんないですよ。8円ぐらいだったら漫画なんだけど文学的っぽい。1964年、高度成長の真っ只中、東海道新幹線が開通し、モノレールが敷かれ、東京オリンピックによって日本の国際化が一気に進んだ年、東京神田の小さな小さな出版社で産声を上げたガロ。常に時代と共に生きながら、ガロは大きく時代を動かしたこともなく、また動かそうとしたこともありませんでした。どこまでも唯我独尊。あくまでマイペースに自らの道を歩み続けてきたのです。だからこそガロは時代を超えて今も多くの人の心を捉えて離さないのではないでしょうか。たかが漫画。されど